前回のあらすじ、長いシャーシをリメイクした、真ん中にローラーを追加した、新たな突っ張り方法を見つけた、シナジーが爆発した、見た目からは予想のつかない速さと安定感のある走りをした、そして1週間後のニコニコ超会議での走行を控えていた。超会議まであと1週間、2.3 秒台のマシンが2台できましたが、周りは2秒2秒当たり前にしてくる選手たちです。このままセッティングの詰めで1週間を過ごしていいのだろうか。いいや、超会議に向けた新マシンの開発に挑戦しよ間に合うんですか？構想はあります。以前に開発した可変ローラー変長身シャーシ、ローラー幅が広いことで少しでも左右に傾くと突っ張りが生じるマシンです。突っ張り時に壁で滑らないようにリアローラーはゴムにしていました。スピードを上げるためにリアローラーを滑りやすくすると LC で吹っ飛ぶジレンマがありました。これをスイッチローラーで解決するというのが今回の構想です。つまりこの2台の合体させました。これをベースに修正していきます。補強追加とローラーステータ調整、ダブルモーターとねじれ防止追加、スキットローラー追加、ねじれ防止方向の変更と補強追加、ローラー幅広くスムージングとスキットローラー1修正、ローラー幅狭くとスキットローラー1修正、ローラー1修正、シャーシ先頭短く、回り短く、ローラー幅広く、ウィリアローラーラインに、スキットローラー1修正、スイッチローラースラスト変更、スイッチ対地化、VEC スイッチャーの完成です。ブリス塗り塗り、駆動チェック。スルスルグッドです。シャーシの曲がりチェック、程よく曲がります。可変ローラーのチェック、リアが若干曲がりやすいです。ねじれチェック、ねじれにくいです。FRP プレートでバッテリー台を挟んでいるのでシャーシ側はねじれないです。重心チェック。雰囲気ここらへん。重量チェック、62.8g。ローラーが多くダブルモーターなので重めです。曲がりチェック。曲がっています。それでは走らせましょう。ドーン、リアが抜けてコースアウトです。曲がりすぎてバッテリー台が壁に当たっています。台はプラスチックで滑るのでリアが滑り抜けたのでしょう。今の走行で曲がりが戻らなくなりました。ゴムを巻きます。息なし脱。まっすぐ戻るようになりつつ曲がりも若干硬くなったのでグッドです。5。惜しい。吹っ飛びましたがリアの抜けは改善されましたね。でもピニオンがかけました。アトリアタイヤにローラーステーが当たっていました。なんか遅いと思ったらこれか。曲がり部にローラーステーが生えているので一緒に動いてしまいます。これも微妙。ということで、シャーシを改良しました。曲がり部とローラーステーを太くして曲がりすぎないようにしています。ローラーステーはモーターマウントにつけてとも曲がりしないようにしました。5。惜しい。ローラーセッティング変更。2.60 秒。遅い。セッティングを詰めます。遅い、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 遅い。ドーン、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 ドーン。このタイミングで折れるか。設計見直しと印刷。組み立てで20日45分です。頼むぞマジで。遅い。この遅さでコースアウトするんかい。スローで走行を確認していたところ、このシャーシがやけに遅い理由が分かりました。マシンが左から右に移る際にリアが思いっきり曲がっています。これはかなり減速しますね。シャーシが曲がるのにローラーステーが左右独立して動くことが最大の原因です。ダブルモーターでリアが重いのも曲がりを強めていそうです。つまりこの組み合わせはダメだったということです。あと24時間で会場入りの予定ですよね。はい、可変ローラーを固定に戻しました。自己ベスト 2.3 秒を出した IEC スイッチャーのねじれなしダブルモーターバージョンですね。5。壊れないように1モーターで様子見します。惜しい。セッティングを詰めます。ドーン、ドーン。時間を作ります。私のマシンのギャラリー出店を送らせていただきました。接着で補修しました。5。ドーン、ドーン、ドーン、ドーン。惜しい。このコースアウトならハイマウントローラー追加で対応できます。これなら間に合う。マジか。まだ予備シャーシがない。ここに来て印刷失敗しました。フィラメント切れ、予備フィラメントで対応します。ただし PLA なので割れやすいです。いつものは PLA プラスですよね。時間がないので印刷終わったらすぐ出発します。組み立ては着きました。モデラーズギャラリーに間に合いました。こんな感じで私がディオスパーダの説明をしていました。そして生組み立てを敢行しました。何やってんだこいつ。これがルール無用ライブ組み立てです。ちなみにハンダ付けは家で済ませておきました。モラル有用。周りからはどう見られていたのでしょうか。紹介にはカオスなので馴染んでいたと思います。モデラーズギャラリーに近づいてきた人には片っ端から話しかけてディオスパーダドヤをしていました。このディオスパーダのリアステアリング体験ですね。皆さんいい反応をしてくださって嬉しかったです。それは相当組み立てる手が止まりすぎです。解説するためにここにいるので正しいです。サインも変えちゃったり、組み立て進めます。ちなみにセッティングは超コースアウト対策となっています。スピードの低下はダブルモーターで補います。組み立てが終わりました。いやー、楽しかったです。皆様もありがとうございました。テスト走行はするのですか？コース設営が終わったらやります。壊れたら今度こそ終わりですよ。PLA なのでコースアウトでフェンスに直撃したら割れます。出かける時に印刷開始しておいた予備シャーシがあるので大丈夫はないです。それでこうなったのですね。どうやら本番で走らせるしかないようです。
微妙な結果になりました。ダブルモーターで遅くなっていましたね。車軸に使ったベアリングの接着忘れでここが広がって抵抗になっていました。キニオンもモーター側に動いていて隙間がなく大抵抗になっていました。この状態で走ったため片方の回転数が落ちていました。モーター交換してシングルモーターです。ローラーセッティングは超回2のままです。遅い。本番でのコースアウトを恐れすぎてゴムローラーを使いすぎました。 2.82 秒ダブルモーター。ほとんど同じ回。そういうことか。ダブルモーターで速い方々が使っているモーターはこちらです。私が使っているモーターがこちらです。回転数が低いです。1020モーターはトルク型だと思われます。トルク型で1モーターでトルクが足りてたから2モーターにしても速度が上がらなかったのですね。むしろ駆動がダブルモーターに適していなくて抵抗になっていたのでしょう。ということでシングルモーターの VEC サイドカーを作り直しました。息なし戻したし。超回2の井戸端回2で MST ウレタン巻きベアリングがベアリングのムローラーより速いと聞いたので早速試します。おはやドーンもう1回。ドーン軽量化のためにリアスキッドローラーを1本棒にしていたのが悪かったかしら。ドーン作り直しました。5もう1回。5どういうこと？ウェーブセクションをスローで見てみます。速いとこうなるのか。レーブに侵入した際の衝撃でローラーステーがねじれています。これでローラーの上下向きがごちゃごちゃになって姿勢が暴れたのでしょう。ここまでの動きは想定内でした。2周目レーブ侵入時にリアローラーが上向きになってその直後にフロントローラーが上向きになりました。こうなったらアウトです。フロントローラーが上向きなのでそこから浮き上がります。そしてコースアウトです。シャーシを作り直しました。ねじれ対策でローラーステーを逆に細くしてステーに加わる力を弱めます。5スピードが乗らないです。遅いな。スローねじれてしまいますね。ローラーステーを細くするとねじれが大きくなって太くするとウェーブセクションの減速と反発による姿勢の乱れが大きくなります。このシャーシで高速走行は厳しいようなのでここで区切ります。今回は反省することが多かったです。正直 VEC スイッチャーで自己芯は出せると思っていました。最近 2.3 秒台を連続で出せたからジェシーを舐めていましたね。2.5 秒を切るのに1年以上かかったことを忘れていたのですか？過去に何秒出そうが JC の難易度は変わらないということですか？ベースマシンがあるとはいえ1週間でのマシン作成は無効でした。1週間前からマシンセッティングを詰める方が私の実力には合っていました。何度も走ってセッティングするのがいつものやり方ですもんね。最初は超回2が終わったらしばらくは別の制作物を作ろうと考えていました。しかし今回の私の走りと他の選手の熱い走りの大きな差、あんな大差をつけられたら追い越したくなりました。やってやります。今年中に2秒切りの目標もありますもんね。ここ1年はシャーシ形状に着目してマシン開発を行ってきました。おかげで基礎がマシになりました。ということで電子制御を再開します。やっぱこれですね。実験中のものもあります。そして3D プリンターも新たに買いました。高精度かつノズルの交換が楽な機種でカーボンや精密印刷を気軽にできるようにします。さてウェーブの動きを見直しましょうか。それではまた、のし。